り解説。2016年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえマリサ、2016年って、どんな映画が公開されたか覚えてる？お、いい質問だな。2016年は、邦画も洋画も大ヒット作が続出した年だったぜ。名作も多いし、映画ファンにとっては最高の年だったんだぜ。へえ、そうなんだ。でも、どの映画が人気だったのか、いまいち覚えてないわね。それも仕方ないぜ。だから今日は、2016年に日本で公開された映画の中から、特に話題になった作品をランキング形式で紹介するぜ。ランキングってことは、ベスト10を発表するのね。その通りだぜ。興行収入や話題性、作品の評価をもとに選んだ10本を紹介するから、どんな作品がランクインしてるか予想しながら楽しんでくれよな。そう言われると気になるわね。2016年って言うと、やっぱり君の名はとか、シン・ゴジラみたいな作品が入ってるのかしら？それは見てのお楽しみだぜ。もちろん、それ以外にもアクション、ファンタジー、ミステリー、アニメと、バラエティ豊かな作品がランクインしてるから期待してくれよ。なるほどね。それじゃあ、早速ランキングを発表していきましょう。じゃあ、2016年に日本で公開された映画ベスト10、いよいよスタートだぜ。第10位、スノーホワイト、氷の王国。第10位は、スノーホワイト氷の王国ね。2016年5月27日に日本で公開された作品だぜ。前作、スノーホワイトの続編で、グリム童話、白雪姫を大胆にアレンジしたアクションファンタジー映画なんだ。へえ、どんなストーリーなの？物語は、邪悪な女王ラベンナの妹であるフレイヤが主人公だ。彼女は愛する人との間に子供を授かるが、悲劇的な出来事で子供を失い、その悲しみから氷の魔力を得てしまう。フレイヤは愛を禁じる氷の王国を築き、子供たちを戦士として育て上げるんだ。それで、ハンターのエリックもその戦士の一人だったのね。そうだぜ。エリックとサラはフレイヤの下で最強の戦士として育てられ、互いに愛し合っていたが、愛を禁じる掟に背いたことで引き裂かれてしまう。その後、邪悪な女王ラベンナが倒された後、フレイヤは魔法の鏡を手に入れ、ラベンナを復活させようと企む。エリックたちはそれを阻止するために立ち上がるんだ。なるほど。アクションやファンタジー要素が満載の作品なのね。クリス・ヘムズワースがエリック役を続投し、シャーリーズ・セロンがラベンナ役、エミリー・ブラントがフレイヤ役、そしてジェシカ・チャステインがサラ役を演じている、豪華キャストが揃った作品だぜ。それは見応えがありそうね。前作を見ていなくても楽しめるのかしら？前作を見ているとキャラクターの背景がより深く理解できるが、この作品単体でも楽しめるように作られているぜ。壮大な世界観と迫力のあるアクションシーンが魅力だから、ファンタジー映画が好きな人にはおすすめの一本だな。そうなのね。機会があれば見てみたいわ。ぜひチェックしてみてくれ。次は第9位の作品を紹介するぜ。第9位、海賊と呼ばれた男。第9位は、海賊と呼ばれた男ね。2016年12月10日に公開された作品だぜ。百田直樹の同名ベストセラー小説を原作に、山崎隆監督がメガホンを取り、岡田准一が主演を務めたんだ。どんな物語なの？物語は、明治から昭和にかけての激動の時代を背景に、石油業界で数々の困難に立ち向かった国岡鉄三の生涯を描いているんだ。彼は出光興産の創業者、出光佐三をモデルにしていると言われているぜ。具体的にはどんなエピソードがあるの？例えば、戦後の混乱期に石油メジャーからの圧力を受けながらも、自社のタンカー、日照丸を使ってイランから石油を直接輸入するという大胆な行動に出るんだ。これは当時の日本にとって非常にリスクの高い挑戦だったが、彼の信念と行動力が日本の復興に大きく貢献したんだぜ。それはすごいわね。キャストも豪華なの？岡田准一が国岡鉄三を演じ、その他にも吉岡秀隆、染谷将太、綾瀬はるか、堤真一など実力派俳優が揃っているんだ。見応えがありそうね。
日本の近代史やビジネスの世界に興味がある人には特におすすめの作品だぜ。ありがとう、マリサ。チェックしてみるわ。ぜひ見てみてくれ。次は第8位の作品を紹介するぜ。第8位、ズートピア。第8位は、ズートピアね。ああ、2016年4月23日に日本で公開されたディズニーのアニメーション映画だぜ。動物たちが人間のように暮らす大都会ズートピアを舞台に、新米ウサギ警察官ジュディ、ホップスとキツネの詐欺師ニック、ワイルドが協力して失踪事件の謎を追う物語なんだ。ジュディとニックのコンビが事件を解決するのね。そうだぜ。ジュディは幼い頃から警察官になる夢を持ち、偏見や差別を乗り越えてズートピア初のウサギの警察官となる。一方、ニックはズートピアで詐欺を働くキツネだが、ひょんなことからジュディと手を組み、連続失踪事件の真相に迫っていくんだ。二人の関係性が気になるわね。最初はお互いに不信感を抱いていたが、共に困難を乗り越える中で信頼関係を築いていくんだ。ジュディは自分の偏見に気づき、ニックも過去の傷を乗り越えていく。その成長がこの作品の見どころの一つだな。声優陣も豪華なの？ああ、ジュディ役はジェニファー・グッドウィン、ニック役はジェイソン・ベイトマンが務めている。日本語吹き替え版では、ジュディを上戸彩、ニックを森川智之が演じているんだ。テーマソングも話題になったわよね。そうだな。シャキーラが歌うトライエブリシングは作品のテーマとリンクしていて、多くの人に勇気を与える曲として人気を博したんだ。この映画のメッセージ性は？多様性や偏見、そして夢を追い求めることの大切さを描いているぜ。子供から大人まで楽しめる深いテーマが込められているんだ。それは興味深いわね。見てみたくなったわ。ぜひ見てほしいぜ。次は第7位の作品を紹介するぜ。第7位、君の名は？第7位は、君の名は、ね。ああ、2016年8月26日に公開された新海誠監督のアニメーション映画だぜ。東京に住む男子高校生、立花滝と、飛騨地方の田舎町、糸森に住む女子高校生、宮水光葉が、ある日突然お互いの体が入れ替わるという不思議な現象に巻き込まれる物語なんだ。入れ替わりって、どんな感じなの？最初は夢だと思っていた二人だけど、次第にそれが現実であることに気づき、スマートフォンやメモを通じてコミュニケーションを取りながら、お互いの生活をサポートし合うんだ。しかし、ある日突然入れ替わりが途絶え、滝は光葉に会うために糸森を訪れるが、驚くべき事実が明らかになるんだ。それは気になるわね。キャストは誰が演じているの？滝の声を神木隆之介、光葉の声を上白石萌音が担当しているぜ。その他にも、長澤まさみが奥寺美希役、市原悦子が宮水一葉役を務めているんだ。音楽も話題になったわよね。そうだな。ラッドウィンプスが音楽を担当し、主題歌の全然前世は大ヒットしたんだ。作品全体の雰囲気とマッチしていて、物語を盛り上げているぜ。この映画のテーマは何かしら？時間や空間を超えた絆や、運命的な出会いがテーマになっているんだ。美しい映像と音楽、そして緻密なストーリーが融合して、多くの観客の心を掴んだ作品だぜ。それは素敵ね。見てみたくなったわ。ぜひ見てほしいぜ。次は第6位の作品を紹介するぜ。第6位、デッドプール。第6位は、デッドプールね。ああ、2016年6月1日に日本で公開された、マーベルコミックの異色ヒーローを描いた映画だぜ。どんな物語なの？元特殊部隊員のウェイド・ウィルソンは、末期癌と診断される。治療のために極秘の人体実験を受けた結果、驚異的な治癒能力を得るが、全身がただれたような姿になってしまうんだ。彼はデッドプールと名乗り、自らを変えた組織への復讐と、愛する女性バネッサとの再会を目指す物語だ。主人公はどんな人物なの？ウェイドは自分のことを俺ちゃんと呼び、戦う理由は超個人的。不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵だ。映画の世界を飛び越えて観客に向かって話しかけるなど、何でもありの破天荒なクソ無責任ヒーローとして描かれている。
キャストは誰が演じているの？ウェイド・ウィルソン・デッドプール役はライアン・レイノルズが演じているぜ。バネッサ役はモリーナ・バッカリン。敵役のエイジャックスはエド・スクラインが務めている。この映画の特徴は？デッドプールは台紙の壁を破る。つまり観客に直接話しかけるスタイルが特徴的だ。ブラックユーモアや過激なアクションシーンも満載で、従来のヒーロー映画とは一線を画しているんだ。興行的には成功したの？ああ、制作費約5800万ドルに対し、全世界で約7億8200万ドルの興行収入を記録し、大ヒットとなったんだ。続編はあるの？続編として、デッドプール2が2018年に公開されているぜ。さらに、デッドプールとウルヴァリンが共演する、デッドプール&ウルヴァリンも2024年に公開されたんだ。それは楽しみね。見てみたくなったわ。ぜひ見てほしいぜ。次は第5位の作品を紹介するぜ。第5位、シン・ゴジラ。第5位は、シン・ゴジラね。ああ、2016年7月29日に公開された日本の特撮怪獣映画だぜ。庵野秀明が脚本総監督、樋口真嗣が監督、特技監督を務めた作品なんだ。東京湾アクアトンネルで崩落事故が発生し、政府は緊急会議を開く。内閣官房副長官の矢口蘭道は、巨大生物の可能性を指摘するが、他の閣僚は自然災害と考える。しかし、その直後、海上に巨大不明生物が出現し、上陸、街を破壊しながら進行するんだ。政府の対応はどうだったの？政府は緊急対策本部を設置し、自衛隊に防衛出動命令を下す。しかし、ゴジラの圧倒的な破壊力に苦戦を強いられる。さらに、米国から大統領特使としてカヨコ・アン・パタースンが派遣され、国際的な対応が求められる状況になるんだ。キャストは誰が出演しているの？矢口蘭道役を長谷川博美、内閣総理大臣補佐官の赤坂秀樹役を竹野内豊、米国エージェントのカヨコ・アン・パタースン役を石原さとみが演じている。他にも豪華なキャストが多数出演しているんだ。ゴジラのデザインはどうだったの？ゴジラの体長は118.5メートルと、これまでのシリーズ最大級の大きさで描かれている。その圧倒的な存在感が話題を呼んだんだ。興行収入はどうだったの？興行収入82.5億円の大ヒットを記録し、多くの観客を魅了した作品だぜ。庵野監督の演出はどうだったの？庵野監督の独特な演出とリアリティのある描写が高く評価され、新たなゴジラ像を提示した作品として注目されたんだ。それは興味深いわね。見てみたくなったわ。ぜひ見てほしいぜ。次は第4位の作品を紹介するぜ。第4位、ジェイソン・ボーン。第4位は、ジェイソン・ボーンね。ああ、2016年10月7日に日本で公開されたアクション映画だぜ。マット・デイモンが再びジェイソン・ボーン役として戻ってきた作品なんだ。記憶を取り戻したボーンが、自身の過去と父親の死の真相を追求するため、再び CIA と対峙する物語だ。新たな陰謀や追跡劇が展開されるんだ。ボーン役のマット・デイモンのほか、CIA エージェントのヘザー・リー役をアリシア・ビキャンデル、CIA 長官のロバート・デューイ役をトミー・リー・ジョーンズが演じているぜ。アクションシーンはどうだったの？シリーズおなじみの手持ちカメラを駆使した迫力あるアクションシーンが健在だ。特にラスベガスでのカーチェイスは圧巻だったぜ。興行収入や評価はどうだったの？興行的には成功を収めたが、ストーリー展開や新鮮味に欠けるとの批評もあったようだ。それでも、マット・デイモンの存在感は健在だったのね。ああ、彼の演技とアクションは見どころだ。シリーズファンなら楽しめる作品だぜ。見てみたくなったわ。ぜひチェックしてみてくれ。次は第3位の作品を紹介するぜ。第3位、マネーモンスター。第3位は、マネーモンスターね。ああ、2016年6月10日に日本で公開されたサスペンス映画だぜ。ジョディ・フォスターが監督を務め、ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツが共演しているんだ。主人公のリー・ゲイツは、歯に気抜きせぬ発言で人気の在テク番組、マネーモンスターの司会者だ。彼の番組では、視聴者に投資のアドバイスをし、株式市場の動向を予測する。しかし、ある日、
彼が推薦した IBIS 社の株が突如暴落、16億ドルもの損失を出したことで、多くの投資家が破産に追い込まれたんだ。それで事件が起こるのね。そうだぜ。番組の生放送中に、失った全財産を取り戻そうと絶望した青年カイル・バドウェルが拳銃と爆弾を持ってスタジオに乱入し、リーを人質に取るんだ。カイルは番組中にリーに対し、IBIS 社の暴落の原因を説明するように迫る。しかし、リー自身も会社の内幕を知らず、パニック状態になる。その後、どうなるの？スタジオディレクターのパティフェン・ジュリア・ロバーツは、冷静に状況を判断し、カイルを刺激しないようリーを誘導する。一方で、カイルの言葉をきっかけに、リー自身も事件の背後にある陰謀を探り始める。次第に、IBIS 社の CEO ウォルト・キャンビーが、裏で株価操作を行っていた可能性が浮かび上がるんだ。つまり、カイルは単なる暴力犯じゃなくて、隠された真実を暴こうとしていたのね。その通りだぜ。リーとカイルは対立しながらも、次第に共通の敵を見つけ出し、スタジオ内で衝撃的な展開が巻き起こるんだ。果たして彼らは真実を暴けるのか、それとも、というスリリングな展開が続くぜ。それはハラハラしそうね。そうだぜ。メディアの責任や金融界の腐敗がテーマになっていて、単なるサスペンス映画ではなく、社会派ドラマとしても見応えのある作品だ。興行成績はどうだったの？全世界で9300万ドルの興行収入を記録したぜ。評価からもキャストの演技や脚本の緊張感が高く評価されたんだ。ジョージ・クルーニーとジュリア・ロバーツの共演は豪華ね。ああ、二人の掛け合いも見どころの一つだぜ。リアルタイムで進行する物語と、緊迫感あふれる演出が見事にマッチした作品だな。ますます気になってきたわ。ぜひ見てみてくれ。次は第2位の作品を紹介するぜ。第2位、64前編後編。第2位は64前編後編ね。そうだぜ。横山秀夫のベストセラー小説を原作に、瀬瀬隆久監督が映画化した2部作だ。前編は2016年5月7日。後編は6月11日に公開された。物語の発端は昭和64年。わずか7日間しかなかった年に起こった少女誘拐殺人事件64だ。犯人は7歳の少女を誘拐し、身代金2000万円を要求。しかし、少女は無残にも遺体となって発見され、事件は未解決のまま14年が経過する。その後、主人公はどう関わっていくの？主人公の三上義信、佐藤浩一は、かつて捜査本部にいた刑事だったが、今は警察広報官として勤務している。ある日、14年前の64事件を担当していた記者クラブの面々が、事件の情報を公表するように迫る。そんな中、警察上層部は64事件を組織のメンツとして利用しようとし、三上は板挟みにされる。ただの未解決事件の調査ではないのね。そうなんだ。三上は次第に、事件の裏には警察内部の隠された真実があるのではと疑い始める。そしてある日、14年前の事件と同じ手口で新たな誘拐事件が発生する。この時効寸前の事件と新たな事件がどう繋がるのか。ここから物語は怒涛の展開を迎えるんだ。前編を見たら、後編も見たくなる展開になっているのね。その通りだぜ。後編では、64事件の真相だけでなく、警察内部の腐敗や権力闘争、そして三上の個人的な葛藤が絡み合い、衝撃の結末へと向かうんだ。果たして14年前の事件の真犯人は誰なのか、そして警察が隠している秘密とは何なのか。それは気になるわね。キャストも豪華なの？ああ、佐藤浩市をはじめ、綾野剛、榮倉奈々、瑛太、長瀬正敏、三浦友和など実力派俳優が勢揃いしている。重厚な演技と緊張感のあるストーリー展開が、見る者を引きつけるぜ。前編の公開初週で約20万人を動員し、興行収入も好調だったぜ。特に佐藤浩市の演技は高く評価され、観客の間でも原作を超えたという声が多かったんだ。ミステリー好きにはたまらない作品ね。間違いないぜ。緻密なストーリー、重厚な演技、そして圧倒的なサスペンス。
前編を見たら、絶対に後編を見ずにはいられなくなる映画だぜ。見てみたくなったわ。ぜひチェックしてみてくれ。いよいよ次は、第1位の作品を紹介するぜ。第1位、ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅。第1位は、ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅ね。そうだぜ。ハリーポッターシリーズの前日譚として、2016年に公開された作品だ。原作者の J.K. ローリングが初めて脚本を手掛け、デビッド・イェイツ監督がメガホンを取ったんだ。物語の舞台はどこなの？ 1926年のアメリカ、ニューヨークが舞台だ。魔法生物学者のニュート・スキャマンダー、エディ・レッドメインが、世界中を旅して集めた魔法動物たちを詰め込んだトランクを持ってニューヨークに到着するところから物語が始まる。どんな事件が起こるの？ニュートのトランクがひょんなことから一般人のジェイコブ・ダンフォグラーの手に渡り、中に入っていた魔法動物たちが街中に逃げ出してしまうんだ。ニュートは魔法省のテナ、キャサリン・ウォーターストンや彼女の妹クイニー、アリソン・スドル、そしてジェイコブと共に、逃げ出した魔法動物たちを捕まえるために奔走する。魔法動物たちはどんな存在なの？例えば、金属や光るものが大好きなニフラーや、巨大な鳥のようなサンダーバード、そして姿を消すことができるデミガイズなど、多種多様な魔法動物が登場するんだ。彼らのユニークな特性が物語に彩りを加えている。物語の核心には何があるの？魔法動物の騒動の裏で、闇の魔法使いグリンデルバルドの暗躍や、魔法界と非魔法界のマジの緊張関係が描かれているんだ。特に、抑圧された魔力が暴走するオブスキュラスの存在が物語の鍵を握っている。キャストについて教えて。主演のエディ・レッドメインをはじめ、キャサリン・ウォーターストン、アリソン・スドル、ダン・フォグラー、そしてジョニー・デップがグリンデルバルド役で登場するんだ。監督のデビッド・イェイツはどんな演出をしたの？彼は、ハリー・ポッターシリーズの後半4作品を手掛けた実績があり、本作でもその経験を活かして、魔法界の新たな側面を描き出している。特に、1920年代のニューヨークの再現や、魔法動物たちの魅力的な描写が印象的だ。興行成績や評価はどうだったの？全世界で8億ドル以上の興行収入を記録し、評価からも高い評価を受けたんだ。特に、エディ・レッドメインの演技や、魔法動物たちの CG 表現が称賛された。前後部作の予定で、2018年には第2作、ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生が公開された。今後の展開も楽しみだぜ。それは見逃せないわね。ぜひチェックしてみてくれ。魔法の世界がさらに広がっていくぜ。総評、まとめ。2016年の映画ランキング。振り返ってみると本当に名作揃いだったわね。邦画も洋画もバリエーション豊かで、ジャンルも幅広かったぜ。ファンタジー、アクション、ミステリー、サスペンス、どれも見応えがあったな。特に、君の名はや、シン・ゴジラみたいな邦画の大ヒットは、日本映画界にとっても大きな意味を持っていたんじゃない？その通りだぜ。君の名は新海誠監督の名を世界に広め、シン・ゴジラは日本の特撮映画の新たな可能性を示した。どちらも日本映画のレベルの高さを証明した作品だ。洋画もすごかったわね。ファンタスティック・ビーストはハリー・ポッターの世界観を広げたし、デッドプールは異色のヒーロー映画として大成功した。そうだな。ジェイソン・ボーンみたいなシリーズものの復活もあったし、マネーモンスターや6464のように、社会派の重厚なストーリーも観客を引きつけたぜ。こうやって見ると、2016年は本当に映画好きにとって当たり年だったのね。まさにそうだな。これを機に、見逃していた作品をチェックするのもいいかもしれないぜ。そうね。これからもたくさんの映画を楽しんでいきましょう。もちろんだぜ。それじゃあ、また次のランキングで会おう。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。